ました。じゃあ、レギュラーにお生トッピングです。ラードとサラダ油と混ぜてある。これ今ソース作ってる。それの1日目、2日3日かけて作るんだけど、1日目野菜ペースト1日寝かせて、次の日にペーストピューレ、あとひき肉入れて6時間から8時間煮込む。で完成したのがこれ。ここは移転してきて7年目ぐらいだけど、もうちょっと向こうの方に店舗があったんだけど、マンション壊すからって立ち退きがあって、はい、でいい場所をたまたま見つけれて、こっちで7年から。前はどのぐらいやってたんですか？そこに書いたらだから幸せ、神様が背中を押してくれたという解釈。立ち退きになって売り上げが落ちちゃったって言ったらもうどうしようもないけど、おかげさまで売り上げも上がってるし、お客さんいっぱい来てくれるし、ここは。
あんかけパスタのあん。俺的には麺を1日寝かしたら美味しいと思う。だからなるべくいっぱい冷蔵庫にストックして。こだわりは何ですかってたまに聞かれるんだけど、はい、自分で作ることだったらこれぐらいが限界じゃん。一人で作る分には自分しかソースを作らない、自分しか麺を茹でない、それが一番のこだわり。
300万どうしても借りたかったもんでさ、運転資金がないじゃん、そこついて。それだけやめようと思ったことやら、やればやるほど赤字だしさ、どうしようと思ったけど、その当時25年以上前の話だけど、ホームページは画期的だったんだよね。ホームページやらんかって言われて、お金なかったけどホームページのお金なんとかして作ったんだわね。でそれでたまたま「晴れ時々晴れ」っていう CBC テレビの人から取材が来て、で出川さんが食べに来てくれて「これがあんかけスパですか?」って言ってテレビ放映されて、そしたらもう電話が鳴りっぱなしでさ、すごい反響だなと思ってさ、それも最初の1ヶ月はすごかったけど、そのうち消えてくわね。でもそこから徐々に火がついてって、本当にやめようやめようとどんだけ思ったことが、でも続けることが一番大事じゃん。自営業って絶対そうだと思うんだね。分からんけど2月で60になるので、まあそこまで頑張ろうかなって。その後営業時間短くするか週休2日にするか分からんけど。1時半ぐらいになったらやる。混ぜる。最後の肉入れて、それまでの下準備。これガーリックパウダー。
カレモンレモンスカッシュとかの元みたいな。
れはスタミナで取れるよ、スタミナで。レギュラー。うん。すみません。なんだろう。これスタミナ。サイズからなさいますか？普通でいい。普通で、はい。キノコ。キノコ、こちらも普通のサイズでいいですか？お待たせいたしました。お待たせしました。スタミナです。美味しいです。なんでそこで開業して。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お願いします。よく来られるんですか？たまに来るよ。住むとこだから。美味しいよ。みんな美味しいって言ってる。なんかおすすめとかあるんですか？よく頼まれるもの。こればっかり。これが多いな。ありがとうございます。
レラにお生トッピングです。ゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。ジャーマンのレギュラーとラージ、ミラーメのレギュラーです。ありがとうございました。はい。お待たせいたしました。ジャーマンレギュラーのお待たせいたしました。はい、お待たせします。本店がラージサイズです。マヨネーズです。ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。お願いします。ジャーマンラージです。お願いします。よく来られるんですか？いや、今回ここは初めてです。あんかけ大好きで、今日仕事近くだったんで、本当はラーション行くんやったんですけど、つけたもんで U ターンしてここ来ました。そうだったんですね。はい。どうですか？美味しいに決まってますね。お願いします。ゴールデンスモールバイキングです。お願いします。ジャーマンスモールと瓶ビールです。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。
丸レギュラージャンボですって聞こえた。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ハンバーグのレギュラーが2つ、カニクロレギュラーの山のつまみが1つ。カウンターどうぞ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。いらねえ。 はい、カーンです。
はい。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、いけ。お待たせいたしました。いいだねです。お願いします。いらっしゃいませ。はい。エビマヨのラーメン。こちらでよろしいですか？はい。じゃあマンツーオールスモール。ポケットに入れてた。何円ぐらいかかってる。お待たせしました。エビ玉です。
お待たせしました。エビ玉ですね。ゆっくりどうぞ。週に1回ぐらいはいろいろ何頼んでも美味しいです。ソースが美味しいです。記憶で入れたらもしかしたら100
んかけパスタ屋もいっぱいあるけど、わざわざうちを選んで来てくれて、お金を払ってごちそうさまって言ってもらって帰ってもらうやりがいじゃない。ペーストピューレを入れる前に野菜をひたすら煮込むんですよ。野菜煮込んで1日寝かして、で今日2日目の工程なんですけど、その中にペーストピューレ入れて、あとこの牛の粗挽き肉入れて、今からオーブンで焼くんですよ。手がかかるんですよ。大変ですまあまあこれをじっくりやると、やっぱりその野菜のうまみ、野菜の甘さとかお肉のうまみがしっかり凝縮されるんで、この工程がすごく大事なんですよ。ちなみにそれで今何人前ぐらいあるんですか？こ300から400あるかな。簡単に言うとね、味噌汁なんだよ。そうなんですね。じゃあ味噌を溶かすような形で。そう、これをさ、焼いてしっかり煮込んでたやつを僕らは味噌って呼ぶんだけど、あ、ちょっとごめんね。焼いて。でこれを伸ばして、で最後固めて作るんですよ。お湯の中に調味料入れて、この味噌入れて溶かして、この作るソースなんで、イメージ的に味噌汁。この絵があるんですよ。34キロ。1日分ってことですか？いや、半日だからランチだもん。ランチで、まあ、あと追加でボイルしながらやっていくんで、その時によって変わっちゃうかな。天候によって曜日によって、お客さんの入りが全然変わってくるんで、だからもうそれだけの量は朝一でボイルして、で昼から様子見ながら追加でボイルしてくるんで。厳密に言うとね、僕は3代目になる。あんかけパスタと四川の歴史は一番長いから、今年で62年かな、長いね。僕より年上だもん。
6割ぐらい通しておきます。また冷蔵庫で置いといてオーダーが通ったらもう一回鉄板で仕上げる。オーダー通ってからこれやるとさ、すごい提供に時間かかるから、どうやって作るんですか？置き方はね、店舗によってやり方が違うと思う。だから豚肉の黄金焼きだから、豚肉と卵さえ使っとけば、まあ、ピカタになっちゃう。見た目が味噌みたいです。そう、見た目が味噌でしょ。だしの素入れて、でその後に味噌入れるじゃないですか。似てない？似てます。勤務されて長いんですか？もうここは1年です。あ、そうなんですか。一番まだ若いんで。へえ。まだまだ店長です。一番若いのは店長です。そうなんです。新人なんで。かもしれない。これは見ての通りハンバーグです。基本的には全て手作りなんですか？いや、全てではない。ただやっぱりうちがどうしてもこだわってる部分は全部店内仕込みにしてるんで、全部手作りでやっとったらもう倒れちゃう。で今冷凍も美味しいじゃないですか。はい。だからその冷凍の中でもいろいろと商品試して、どれがいいかっていうのはみんなで話し合いながら決めてますね。
ちのもう本当に縁の下のギャラ持ち、そう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 いう人、うちの父親から知ってる人。そうなんですね。ただまあじじいだでさ、ちょっと頑固さはあるもんね。カレーちょっとかき混ぜたって。さあ、今日フライパン焼き入れてほしい。ちょっと2つとも昨日当たっとったね。可愛いでしょ。可愛いけど意外と戦闘力高いんですよこれ。最近導入されたんですか？そう、まだね導入してから半年ぐらいかな。この外で販売することも考えてたんですよ。キッチンカーでやるときにフレッシュのソースを持ってってそのままその場でかけて提供するのってすごく時間のロスだし、どうしてもその手数が増えてしまうんですよ。だから冷凍のソースだったら中で湯煎をかけておいて、お客様にパスタを詰めた上に冷凍ソース、その湯煎かけたやつを渡すと、お客様もその場でも食べれるし持って帰っても食べれるんですよ。そういう利点があるので、もう冷凍ソースを作ってます。湯むきしたやつをクラシックソースというのがあるんですよ。創業時の味を復刻させたソースなんですよ。うちがちょうど50周年の時に何かイベントやろうと思って、けどなかなかいいのがなくて、でその時にそのレシピノートを見た時に、創業の時と今僕が作っているソースだと随分違うなと思って、でちょっと一回作ってみようと思って作ったらだいぶ変わってたんで、まあ面白いなと思って1ヶ月限定でやろうとしたら、それにお客さん根付いちゃう。やめるって言ったらお客さんに本気で怒られて、俺だからもう今ソースが2本立てです。ちょっとね飲んでもらうとね、なんとなく分かると思う。いっぺん飲んでみて。酸味とあとちょっとスパイシーさが強いでしょ。だから昔の方がそういう方向性だったんだなと。これででんぷんを入れて絡めて。僕なんかまだまだこんな2軍ですよ。うちにはまだ1軍おるもんな。この辺にトマト売ってるの？トマトですか？じゃあ開けますよ。はいどうぞ。
パセリオムスパです。オム一丁。ボールはだんだんトッピングかな。違います。あなたおスパです。はい。オム。そんな。うち来たことありますか？ないですか？ありますよ。ください。ゴールとオムスパです。あとピカタください。これはランチ目玉か？あ、これランチ目玉。日替わりご飯。ソールキャベツ。ソールキャベツ。ニラ玉卵。一本ずつね。はい。はいよ。これ？お寿司あり。はい、これオムね。はい、ほうれん草ちょうだい。目玉ちょうだい。1.5な。ソーレさんのいいところってあります？夜メニューもいろいろあるんで、夜飲みに来てちょっとまたこれと違うの食べるのが楽しいです。ボール2の目玉ある？ニラ缶が2トッピングで。
いつもお客さんこんな感じですか？いつもですか？今日はこんな感じですか？いつも。全然しますね。全然しますって。僕の口から言うと嘘っぽくなっちゃうでしょ。金の葉がね出てる。弁当2人持っといて。これカラー寄せ一半の方ね。じゃあはい。これミラがね、目玉のせ、ミラメラ。今日の朝もうちょっと。
目玉ください。よかったです。ウインナーです。はい、じゃあもう一丁。日替わりスープミラカーワンです。はい、日替わりスープ皆さん側スパやってね。皆さんこれ寄せてさ。ごめんね。お客さんに言われたらごめんなさい。今日こういうやつ。ミラカンですね。なんか定番そうです。なんかパン少ない。上がっとるよ。一案と普通の後一味と普通。中3番です。キャベツ。アンタペスコのお店でキャベツのするとこっておそらくないと思う。おそらくない。はい、バイキング。白身後でいきます。はい。どれぐらいが出来上がり？ちょっと待って。
頼んで。2020年にそうですね。はい、よろしく。野菜と肉だけですね。これはどのくらいの時間かかるんですか？完成まで。寝かせるとかをやっぱり抜きにすれば早くて2日で時間かけてやれば、どんだけでもかけれちゃうんですけど、普通にやったら3日ぐらいっていう形にはなってます。通常のこのあんかけスパゲティでよく使われるソースよりはちょっとしっかりめに焼き込んでるんで、なんでちょっと色も濃く味噌よりちょっと硬いぐらいな感じにはなってます。
若干通常より多めな感じで入れてあります。あんかけスパゲティって独特で、茹でたらそのままって使い方じゃなくて、一回水で洗って今度それを水を切ってまた今度油で炒めるっていう風になるんで、茹でてすぐっていう使い方よりはちょっと時間がかかってしまうので、しっかりと締めておくっていうのと、やっぱりほんのり味をちょっとつけるっていう意味でスパゲティに使うっていうのと、塩があるのとないのと弾力の違いが結構出てくるんで、そういった意味でやってます。このパスタはラーメン店さん独自のパスタ。日本製マさんっていうところでちょっとお願いして、オリジナルな感じでちょっと作ってくれて、扱いやすい回転で作ってもらいます。いいんで、この茹で時間とかにしてもそうですし、気温とかもだいぶいろいろと変わってきちゃうんで、扱いやすいと本当助かるんですけど、日本製マさんも言ってたんですけど、麺も生き物ですからっていう風に小麦からしっかりできてるものなんで。うちの場合置く場所とかがちょっとないんで、なくなり次第すぐ茹で直してくるっていう形でやるんです。混ぜすぎてもまずくなっちゃって結構難しくて、今これお湯が白色っぽいんですけど、混ぜすぎるとこれが黄色いお湯に変わってくるんですよ。黄色いお湯になっちゃうと芯が残って全然美味しくない。スパゲッティを茹でること自体が大変ですね。あんかけソースを美味しく作るのは当たり前なんですけど、スパゲッティの方自体が美味しくなかったらもうソースまで台無しになっちゃうんで、スパゲッティだけでも食べて美味しいねって思えるやつを作った方が喜んでいただけるかなっていう感じで。でいいですけど、卵に少し加えて。
仕事お疲れ様です。ごめんなさい。あと豚骨ベースゼラチキントッピング。ポパイ S1 とんかつ目玉ウインナードッキング、とんかつベース1ゼラチキントッピング、 ETC1 ゼラチキントッピングいただきました。ランチ。どうもでした。お願いしまお待たせいたしました。ランチですね。どうぞ。これ初めてです。よろしく。いいドラ。お茶。目玉お願いします。皆さんの目玉です。おからベーコン。でお待たせしました。アスパラベーコンです。いらっしゃいませ。目玉。はい。はい。いらっしゃいませ。ご来店ます。お待たせしました。豚骨にゼラチキン。はい、お疲れでしょう。にゼラチキンしましょう。お待たせいたしました。ETC ゼラチキントッピングです。お願いします。ありがとうございます。はい、
はい、1名様。カラメ亭さんはよく来られるんですかね。はい、週1ぐらいでは。カラメ亭さんのどういったところが好きやっぱなんですか。ボリュームがあって美味しくいただけるので、お昼からも頑張ろうという気持ちになります。うまいですね。カラメ亭さんよく来られるんですか。いや僕は初めてですけど、来ますよ。お高田すぐで来られる。うまいもんで。どういったところが好きですかね。スパイスがよく効いてる。癖になるね。わかりました。お願いします。じゃあこれランチ。ヘビランチ1回後で完売します。お願いします。はい、お待たせしました。お待たせいたしました。看板あ、もういいよ。カラメ亭さんよく来られるんですか。ちょいちょい。どういったところが好きなんですか。やっぱソースですね。もう心ソース。天下一品だと思います。大好きです。いらっしゃいませ。ご仕事お疲れ様です。いらっしゃいませ。どうもお待たせ。いらっしゃいませ。すいません、ご仕事お疲れ様です。お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。ご挨拶。はい。
っち北山通りです。どうもありがとうございました。マレーシア。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。いらっしゃいませ。ございます。1名様です。お仕事お疲れ様です。カルボナーラ S はアサリベースはいただきました。エスパンいただきました。家が近くなる。カラメ系さんの良さって何かありますか？美味しいから来るんだよ。お待たせいたしました。フラトラです。お待たせいたしました。ミラネーゼです。お待たせいたしました。お待たせいたしました。ピッカーと後ろからすみません。失礼します。ごゆっくりどうぞ。お待たせしました。お待たせいたしました。チキン。お
豚骨をいただきますよ。はい、いらっしゃいませ。お仕事お疲れ様です。すごいです。はい、目玉で終了。で、次ピカタの S ホール。ラメティさんにはよく皆さん来られるんですか？もう常連ですよね、皆さんも。やっぱこのソースがオリジナルですよね、スパイスのね。そこはやっぱ他のあんかけスパと違うところなので、もうそこにはまっちゃってて癖になっちゃって刺激が欲しい時はここです。ありがとうございます。ありがとうございました。スリーといい。カニクリバエグクリバ入ってます。卵焼き入ってます。ピカタ L です。お待たせいたしました。ランチ M サイズ、こちらからすいません、失礼します。はい、すみません。お待たせいたしました。UTC です。あ、すいません、貸してください。すいません。目になっちゃいそう。はい。ピカタアスパラ。映画。どうでした？お願いします。どうもありがとうございました。お仕事頑張ってください。マネージャーと配達
はい、お待たせしました。2名様。はい。1名様。いらっしゃいませ。はい、カルボナーラ豚バラトッピングのお客さん、先行かせてください。はい。はい、お願いします。グッサのエースです。はい、どうぞ。しびれの。お待たせしました。卵寄せですね。どうぞ。
ミラカンのサイズ S で、はい、お待ちください。すいません、ありがとうございました。お願いします。まずははい。はい、お待ちでした。どうもありがとうございます。枝玉。失礼いたします。はい、お待ちでした。とんかつもお店で仕込まれる。はい、自分たちでコロッケとかパンクしやすいので自分たちでやらないんですけど、とんかつかじきフライとかそういった類のものはできる限りやっぱりもう手作りで、仕込んどいてっていう風な形で急速に冷凍かけてそれをまた解凍してすぐやるっていう風にはやってます。どうもでした。お仕事頑張ってください。台湾の火消しといて。
シンプルに卵を作ったランチに1個ずつ卵が乗るんで1日にこれ全部なくなるぐらいなんで卵がめっちゃ緊張しましたねこれ塩と味の素と白ワインです私はもう引退だもんでねもう体力が続かんようになってね70過ぎてついていけないなかなかね若い人に。引き継いでくれるようにね、若い子にやってもらった方がね、残しておいていただける幸いっていうね、この件古い店をね、名前だけでも残していただければねと思って。ソースのあれなん元なんだね。ニンニクね、セロリとかね、ここに玉ねぎもありますしね、パセリとか、それでまず煮込んでいくんですよ。まだこれからが1日がかりでやらないかんですけどね。大体これでどうですかね、4日か5日分ぐらいですかね。完成までにどのぐらいかかるんですか？1日がかり。それで寝かしてこういう風になってね、これが大体1日のもと。これニンニクなんですよ。これはね、牛なんですよ。牛すじ牛。粉になるまでに詰める。で、野菜のあれがいっぱいに入ったでしょ。ランチがご飯がつくんで2升ぐらいかな。普通のスパゲティ屋さんではご飯使わないんだけどね、私ランチに使ってるのね。八百屋さんですか？コモさんで働かれてどのぐらいになるんですか？僕もちょうど1年ぐらいです。大学3年生の頃から。それまで料理経験は？親の手伝いぐらいです野球しかやったことなかったんですけど。
大学はもうでも単位は取り終わってるんで、もう基本的にずっと毎日ここにいる感じです。でも単位取りながらが一番大変でしたね。ずっと。これは基本的に料理が全部に入ってるんですけど、なんかまあ4月っていううちの看板メニューとか。作り方とかも昔から一緒なんですか？一緒、それを潰さずにやってくれっていうのが代々のあれですよね。だからよそより辛くないんだわ、うちの子は。昔からのあれを伝えてくれっていうのが条件だもんで、ね、今度の人にもちゃんとそうやって引き継いでもらってね。面白いです。誰か引き継いでくれる人がいるといいな。たまたまこちらのね、お父さんが好きだもんね。うちやりたいやりたい、息子に教えてって言って。僕も飲食でバイトもしてたんで、飲食っていう興味あって、まあこの古い店なんで味を守るっていう話でやるしかないやっていう。ここでまたママさんもね、病気しちゃって、まあ、やれるわなんて言って見えてね、そういうあれもあったんで、ちょうどいい引き継ぎになったんですよね。これはね、500グラム、2.2 ミリ。そう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 。これ一番使いやすいもんで、ずっとこれ引き継いとるんですよ。竹鍋売ってますもんでね、あとサイズに切ればいい。昨日はよく出てったんですよ。普通だとこれで6杯、5杯か6杯。何人もあるだろうこれね。大体150食ぐらいじゃないですかね。50からもうちょっとある。細いのだとこのソースとね合わないんだよ。細いのでこのソースかけるとなんか違うんだよね。こういうもんでね。本当にびっくりしたかねって言って。ありがとうね。はい。ありがとうございます。どうぞ待ってたのに。はい、お願いします。だいぶなるね、私らやってから。もう私ら引退しちゃうもんでね。ママさんが引き継がれてからどのぐらいなんですか？でも4、50年いるよ。そうなんですか。古いよ。年も年だし。そんなけいるとね。はい、そうですよね。でも寂しいね。ちょっとこれあげちゃったの。なんだこれ体がね。ありがとう、ごめんね。ありがとう。座ってるんでしょ。マスもやりやすいでしょ。これを。はい。分かったね。ペーストを混ぜたんですよね。でこの色になる。じゃがいもはその色のあることは混ぜてあります。
暖かくなるまでこのままどうするの。ブツブツっていうぐらいでね、沸騰させてもらって簡単に。手前で止めるの。年寄りの持ってやつもた。それ若い前に取るだけだ。妻さんは営業中表立たれるんですか？もう今は立たない。今まではほとんど外だったけどね。もう病気してからいいか。これ今日のランチ。これはメニューにミラネーゼっていうのがあって、それにつけるのと、あとは2、3種類ぐらい。お惣菜をこのまいた。巻いた。これただの僕の朝飯。全然商品みたいな感じじゃないですけど、ただの朝飯です。うち2食パスタなんですよ、毎日。7キロ増えたね。ねえ、ちょうど一番可愛い時ですね。一番可愛い。経営権を引き継がれたのっていつなんですか？2月。あ、
それまではもうずっとママさんが、一緒にされてたんですね。これをやりだしたのはでもだいぶなるよな。要するに前のオーナーが年来られて、後継ぎがおらんでっていう、それでうちらはやってるマレーのやってくれって言われてね、それで引き継いだわけで、もともとマレーさんが外にここやっとったとこをこっち引っ張ったわけだよね。なくすのはもったいない。それが代々かで何人かな。で最後にママさんにやってくれんかって。もともとマレーがおった方だもんね。ついてこい言われたもんで、しゃあねえ行ったね。そうだよ、反対。ずっとマレーからずっと一緒なんだわ。学校も一緒だし。幼馴染ではないんですか？まあ幼馴染ではない。だいぶちょっとあるけどね。ちょっとないよ。うちらは後輩だもんでね、言うこと聞かなかった。先輩やもんで。よかったですか、引き継いで。寂しい。だけど仕事したで、これしょうがないわ。いつかは来るわ。初めあれしの山あるでね。これはしょうがない。学校ね、卒業して。学校卒業してね、この人はしっかり。もうちょっとだね。4月。お二人とも同時に。そりゃそうだわ。いい人に引き継いでもらったって感じなんです。そうですよ。そうだよね。させていただけることに関して。山ちゃんちょっと開けたよ。はい、お待たせしました。はい。生ハラスです。はい、どうも。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。1名様です。いらっしゃいませ。ランチね。ランチお願いします。いらっしゃいませ。お一人様。1名様。はい。おはようございます。はい、ランチお願いします。はい、ランチね。お一人様。はい。
ランチ出ます。はい、お待たせいたしました。はい、ごめんなさいね。お願いいたします。たらこソースね。はいよ。はい、たらこソース。ランチも出ます。はい、ありがとう。はい、たらこソースお待たせしました。ランチお待たせいたしました。はい、いらっしゃいませ。たらこ出ます。おすすめのメニューありますか？自分はたらこソースをよく食べるのね、美味しいよ。どのぐらい前から通われてるんですか？まあね、もう5年ぐらいになれへんかな。よく来られるんですか？まあ8月にこの会社入ったばっかりで2回目か3回目ぐらい、美味しいです。美味しいですね。ランチ出ます。はい。はい。4月出るよ。お待たせいたしました。お願いいたします。これはそうなんですか。はい、いらっしゃいませ。4月の方で、はい。少なめね。はい。4月の方です。はい。はい、4月少なめ。はい、4月の少なめです。はい、どうぞ。
はいピカタ。はい、ありがとう。ピカタお待たせいたしました。ランチピカタ。ランチご飯少なめ。密集したるんで。もうさらってます。はいランチ。はい、2ランチね。はい。あと4。はい。はい、すいません。よく来られるんですか？季節に1回ぐらいですね。近くじゃないんで。そうなんですか。じゃあ近くに寄られた際はコモさんによく来られるんですか？そうですね。コモが。そうなんですね。なんかはい。パスタにご飯とかさ。懐かしさ。その感じですね。はい。ユニ、どうぞテーブルの方へ。4名様で、あとで出します。ママスペシャルの普通。はい、ミラネーゼの普通。チーズスパの普通です。チーズね。はいよ。いい？ね。チーズの方。はい、ごめんなさいね。はい、ミラネね。はい、はい、ありがとう。はいよ。ミラネーゼの方。はい、はい。申し訳いいですか。たらこやたらこ。はい、しょうくん。はいよ。ママスペシャルです。はい。はいよ。これもう一回膨らむやつ。あ、もしもし。はい、たらこね。はい、たらこお待たせいたしました。前を失礼いたします。ごめんなさい。お願いします。これしまってかな。はいよ。ミラネ出ます。はい。もう一個。はいよ。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。4月出ます。はい、
はい、ピカタ。はい。お待たせいたしました。あかんねこれ。外さんで終わった。すみません、ちょっと待ってくださいね。はい。いいよこっち。あ、もう出しましたよ、出しました。お願いします。いらっしゃいませ、どうぞ、2名様。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ちょっと、あちらだけ。はい、ありがとうございます。はい、ごめんなさい。ピカタ一人があるでね。卵をやるときはね、ここはあんまりかけんのにね。ピカタが出るよ。ピカタ出ます。はい、ママ。はい、山ちゃん行ってるよ、9番。9番。はい。ミラノの登録。今フライだよ。ピカタ少なめね。あ、少なめ。同量ね。はいよ、同量。ピカタ同量ね。はい、ピカタソース同量。はい。あと持ってくれた。それも14。まさに3杯入ってます。3杯ね。はい、入ってます。ママさん、ランチが何個ですか？ランチ1個。1個。はい。はい。はいよ。はい。なんで、これ。4月3つ出るよ。今ランチどうしたの？ピカタゴール3です。はい。焦げとかなんかも。焦げ。これ。車は。車は。こっちの3つ。ランチが2つですね。4月ね。で、今後2つつけてほしいです。山本さん、これビラで後でお願いします。ビラで出ます。はい、ザリーね。これ 1.2 です。ここはみんな出た。ピカタは 1.2 です。2個ありますね。大丈夫大丈夫。ご飯つけなからね。はい。味がた1、2。お水をかけてくださいね。はい、ママさん、ピカタ1、2。はい、1、2ね。4番。はい。4月ね。4番。ランチが多めなさいね。4月ね。
誰もおらんとき。4月オールツー。4月は2つのピカタは。4月2つ。じゃピカタ。ピカタはね、一つ口にあるんだけど、当然書いた字のやつ。ネギ置きます。4月ね、一つ。ランチがオール3だ。ランチね。はいよ。ピカタ少なめつけていってね。番号なしは何枚？ランチ出るよ。はい、ランチ。あとランチが1個でいいわ。うん。あ、2つ。あ、3つだ。3つ。で、4月がオール2ね。こちら見てます。2杯。で、ランチはあとオール3。はい、じゃあ待って。これは何これ？いいよ。行きます。ランチがなかった。4月ね。これだよ。はい。9番ランチが。で、これが4月が3番。まさ4月先でよかったですか？4月2だよ。それからたらこ2。フライが1個。はい、フライね。トンボフライ。すみません。よいしょ。ピカタがオール3だね。まだ4月1個ソースどれでしたっけ？はい、そうです。はい。はい、4月。たらこソースだね。ソース。はい。ピカタ。この後2つだね。2つです。ちょっと多めにかけてください。オール3。オール3。すいません、これつけてよ。はい。ここにあるやつを。ああ、こっちにあるやつ。まだ行かなかったね。はい。はいよ。ランチね。ランチ17番。ごめん。ピカタがオール3。しかないからな。はい。
はいピカタねはいピカタはいワンチューピカタなんかオールスリーあります。はい、ピカタ出ます。15番。持ってきたんだわ。ここ持ってきた。ね。はい、ピカタ。はいよ。ピカタどこだ。ここか。うんこれ。なんてんだよ。ピカタです。結構いっぱいなのよ。うん。あ、飲みなさい。はい、ランチね。3番、増量ね。お待たせいたしました。何されます？これ合流出せないと思います。取り切って取ってね。これ頼んでいいかな。お願いします。埋めていいんだよ。手で食べる。よく来られるんですか。ちょっと中来ます。何十年も付き合ってるし、何かおすすめのメニューってありますか。これ何でも大丈夫だよ。特にお気に入りのメニューってありますか。これかな。あとバジルも美味しいかな。気をつけるかお互いにな。日の単位さ出たり入ったりして。しょうがない。しょうがない。また来るわ。気をつけてね。ありがとう。ありがとうございます。そうだよ。ありがとうございます。気をつけてね。ありがとう。また近う来てみる。ちょっとええね。はいよ。はい。はい、ランチね。15番。ランチお待たせいたしました。今日はそばでしょうだって。全部さ。朝4時。はいよ。一番出てなくない。一味が一個だけですか。はい、また。何ですか。一つ。イタリアンあれお願いします。
はい2人ねはいよ2名様です。お待たせしました。ごめんなさいね。はい、いらっしゃいませ。コーンね。はい。チーズとねかなかんがね。コーンお待たせいたしました。はい、すみません。4月1名様です。お待たせしました。ミラネとピカタと2ランチ持ってって。ランチね。これ目玉っすよね。あ、目玉取ってね。はい。目玉ね。いますよ。ミラが少なめ。はい。覚えている。白と大きいね。ありがとね。何番？はい。はい。はいよ。田んぼ。はい。はいはい。普通出るよ。
ちゃんと4月ですね。4月全部はい、ももさん4月。4月ね。じゃあランチがソースの量でよかったですか？そうです。そこ今やっている。朝こんなやつが4つ半あってこんだけにしてもらうまでが大変だよね。焦げんように出てたし野菜もいっぱいあって。あんかけパスタってどういう発想でこのレシピに気づいたんですか？画家志望の人がね見えてね、その人がねイタリアへ行ったらしいんですよね。ここの元々の方は飲み屋さんやってたんですね、でそこへいろんな人が出入りしとって、でこういう料理を食べたら美味しかったりなんとかできんかなって言われてるんですけど、そもそもはあんかけいうのは日本でもあんかけうどんやなんかあった時代ですからね、それをアレンジしてやったらどうだろうと。でその時にコックさんとかいろんな人がね出会いしとったもんで、そこの店の2階へじゃあこれをやろうというのでやりだしたのがあれです。それが最初の初めみたいです。名前言われたらあんかけるあんかけです。向こうで習ってきたあれにちょっとアレンジして日本風にしてやろうかと言われてね、いろんな人が皆さん喋ってねこんなやつを作ったんですね。10人ぐらい座れる店なんですよ。カウンターでやりだしたの。皆さん珍しいでって皆さん出入りしてね、それがちょこっとずつようになってたんですよね。イタリアにコモコというのがあるんですよ。そこへ行ってその名前をつけようって言ってコモコというのをつけたんです。それが今のお店の前身？前身です。80以上の人だったらそちらに行った人は知ってるんですよね。コモテなんかあったりスパネティ屋さん、これを知って見える人はもうかなり年の人だから知らんと思う。お店と同時にあんかけパスタはあったんですね。そうです。その頃のスパというのは2種類ぐらいしかなかったですよね。ケチャップで炒めるか上ミートをかけてね、このとこにあったんですよ。こういうふうにこれ大体2階作りになってるんですよね。そこの下でラテンヌっていうのをオーナーが竹越さん、サントリーバーガーとやったらしいです。この人が持ってきたんだよね、ここへ。たらこ2名。たらこ。入れようか。あれがあるでしょうか。ソースです。はい。すごいね。でしょう。ホテルあれみたいなお餅ソースにあ、ソース。食べる。ピカタ 1.5 でお待たせしました。はい。
ピカタ12。1番めちゃくちゃ並ぶかね。